住民税。イエーイ。全然イエーイじゃない。全然イエーイじゃないです。右下の歯車マークから字幕言語、音声言語を切り替えられるのでチェックしてみてね。今週は超むずいです。ステージ1、1から順に破壊して左行きます。左のコンテナ、真ん中のコンテナ。モニカ取ったら左側にいます。そのままこの位置です。ここが第1のリセットポイントなんですが、ゲートを円の中心で捉えながら、左と右側に漏れ出した球で奥のガトリング戦車をゲートよりも先に獲得するといった動きをします。百聞は一見にしかずですね。ゲートを狙ってゲート獲得の前にガトリング戦車が取れるとガトリングこの位置に出現します。これで最終ゲートを狙っていきます。とても成功率が低くて安定しませんが、これで最後のゲート600近くまで伸ばすことができます。最近追加されましたが、このピロピロ音なんとかならないんですかね。スコアちょっと下がるんですが、より成功率が上がる初動を紹介しておきます。右の2つ、真ん中左と流れて、真ん中左の順に破壊、そしてモニカ。この後は基本同じです。ゲート裏のガトリングを先取りして、で、左後ろに配置します。最初に紹介した動きより、第1ゲートのスコアが若干伸び悩むんですが、成功率は高いように感じます。はい、2捨てです。開幕左3まで取ったら右行きます。メイソン取ったら左、メイソン1発目をタルタッチ、2発目をアサルト、3発目を左のタルといった順に当てていくイメージです。ゲート通過後はそこまで気にするところないです。最終ゲートはゲートの右端に円の中心を揃えていきましょう。はい、悪のゴンゲです。初期位置から1ドットぐらい右に動かしてあげます。中央のアサルトが8以下になったら次のモニカ砲撃で割れるので、モニカの攻撃が飛んだのを見たら左、右とキャラクターを動かして周囲の樽を破壊します。これだけ頑張っても第1ゲートよくて15くらいです。この序盤にモニカがクリティカルを出すか出さないかで最終ゲートのスコアが大きく変わるようでして、私はクリティカル引けてないのでどうしてもステージ3くすぶっています。最終ゲートは右にかわして回収ですね。クリティカルでどこまで伸びるのかはちょっとよくわかんないです。ここも難しいです。初動火が出たら右のガンプをすぐ取りましょう。アサルト割って左兵士右兵士といった形です。綺麗に割れればいいのですが、これが結構難しいです。第1ゲートで大きな円ができればハイスコア狙っていけます。最終ゲートはゲートの右端に円の中心を揃えるイメージです。ステージ5、開幕右です。モニカまで取ったら真ん中、そして左の樽を壊します。中央にアサルトがあるので、弾を送ってアサルト破壊。第1ゲート、良い時に220くらいまで伸びていきますね。第1ボス、そしてバスも来ますが、なんてことないと思います。最終ゲート、左右どちらで狙うのか悩むところですが、ボスによる被害の少ない、円の右半分での攻撃を今回採用しています。ボスの攻撃判定は豆粒ほどに小さいので、しっかり避ければそこまで苦戦することはないかと思います。はい、久しぶりに銀の垂れ幕ですね。戦域1取れてないという。ステージ3のクリティカル次第なのかなって感じです。今週はステージ4が難しいですね。それ以外はほどほどです。ステージ1、手前の位置から獲得して、左のコンテナ、真ん中のコンテナ、右のコンテナはスルーで OK です。以降はゲートをたどりながら突っ走っていけばクリアするのに困ることはないかと思います。
ステージ2、開幕左で数発打ってから右側に移動してください。右のメイソン獲得後はコンテナを突っ切る形でメイソンの攻撃を使って樽を破壊しましょう。ゲート裏のアサルトが割れれば最初のゲートで数が増えていきます。ステージ3、動かなくて OK です。そのままこの位置でゲート抜けられるので、あとは突き進んでいけばクリアできます。難所です。最初の炎で必ず右のガンプを破壊してください。以降はアサルト取って左と真ん中中心に進めていきましょう。右はスルーで OK です。第1ゲートで少しでも数が増えればクリアするのに困ることはないと思います。ステージ5、速攻右です。モニカが取れるので、モニカ取れたら真ん中、そして左の樽適当に破壊してもクリアできます。バス多少ヒットしても OK です。最後のボスだけちょっと強いので、しっかり円の大きさを維持しつつ進行して、攻撃を振ってきたら離れる、攻撃終わったら近づくという動きを徹底してもらえれば無事に倒すことできるかと思います。この動画良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ前線突破で困ってそうな方にこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。6月14日は山形有朋さん、ドナルド・トランプさん、前田健さん、藤井風さんのお誕生日です。勝ち時橋はクリーピーナッツでしていました。